おはようございます。画家の小木曽です。今日はこちらですね、こちらの作品をお見せしたいと思います。背景、逆光になってるんですけども、背景の描き方、僕はここのところある程度省略的に、これでも省略って感じかもしれませんけども、省略的にちょっと平面的に描いてみたという作品で、そして立体的に描くとこと、という風に描いた作品でございます。逆光の中の影の肌の色なんていうのとか非常に皆さんにとっては参考になる作品なんじゃないかなと思いますので、ぜひ楽しんでみてみてください。それでは本編どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。絵描きをしております小木曽というものでございます。何をお話ししましょうかね。これは墨入れという作業をしていっております。少し何度もやってますけど、自己紹介みたいなのをまた少しやっていこうかななんていうふうに思います。こちらはですね、8号か6号でしょうかね、の作品でございます。小さい作品ですよね。だから皆さん6号というサイズ分かりますか？何センチぐらいかな？ 40 センチ、35センチぐらいかな？ちょっと分からないですけど、これは墨入れという作業をしていて、白味と呼ばれるパネルに、綿の布を2革で貼って炭酸カルシウムとか胡粉とかチタニウムホワイトとか呼ばれる、顔料を混ぜ合わせた、要は、キャンバスより昔にあった、技法でございます。久しぶりにちょっと自己紹介をしていこうと思いますけども、今年40、もうすぐ8になります。はい、もう立派なおじさんになりましたね。本当に、好きなものはお酒でございます。焼酎をこよなく愛し、これはインプリマトゥーラといって白味と呼ばれるものが吸収性が非常に強いので、ちょっとそれを止める作業と、油絵っていうのは透明水彩とかは紙に対して色をのせてて透明を重ねていくんですけど、油絵っていうのはある程度中間色みたいなのに、明るいのドーンとか置いたり、その上にまたグレーズとか言ってっていう技法が伝統的な方です。これが絶対ではないですよ。で今完全にインプリマトゥーラが2層終わって、ちょっと毛がついてたんで今取りましたけど、各部分だけ完成油と呼ばれるものを塗りました。今年48にもなるんですけど、団塊ジュニアの後のロストジェネレーションという世代なんで、1975年生まれ、74年生まれまでが、団塊ジュニアだと思います。で、73年かな。で、その後の世代っていうのはもうかわいそうでしょ。その後にいろいろなんとか世代とか出てくるじゃないですか。今 Z 世代一番かっこいいじゃないですか。 Z 世代めっちゃ羨ましいな。ゆとり世代とかもいいじゃないですかね。一番かわいそうなネーミングって僕は間違いなく忘れられた世代ですよ。ロストジェネレーション。もうこれが一番かわいそうな。団塊ジュニアっていうのは団塊世代のジュニアやからね。なんかいいじゃないですか。名前ですよね。悟り世代なんかもうかっこよすぎません？もう僕らは悟っているんだって。羨ましいな。Z 世代が一番ね、なんとか Z、マジンガー Z 世代みたいで羨ましいですよ。ロストジェネレーションと呼ばれてるのはなんでかっていうと、ざっくり話しますよ。その団塊ジュニアがいっぱいおって、その世代の下の世代もめっちゃ多いんですよ。これいつぐらいまでかな？ 1980 何年生まれ。その次ゆとり世代が出てくるのかな？わからないけど。要は就職とかの時もバブルが弾けて、1990年頃とかに弾けて、私がその時は1975年生まれから15歳とかでしょ。でバブルが弾けた時に中3とか高1とかになって、でその後ずーっと景気が悪くなって山一証券とかが破綻したりとかするのが1998年ぐらいですか？間違えたらすみませんね。ぐらいとかになって、もう2000年前ぐらいになったらものすごい悪くなって、もう1999年2000年とか、すみません、これグリザ油とか釜油という作業なんでございますけども、もう就職活動とかがないと。子供めっちゃ多かったね。団塊ジュニアの後ぐらいで多かったのに、就職しようと思ったら就職できへんわ。めちゃくちゃ厳しいんですよ。もう本当にめちゃくちゃ厳しい時代でね。あの世代どこ行った？ほら、ロストジェネレーションね、一番かわいそうなんですよ。 Z 世代なんかアメリカかなんかでなんかそういうのがあって、なんちゃらかんちゃらなんでしょう。ちょっとわかりませんが、羨ましい限りですよね。でもね、ゆとり世代とかっていうのはそのね、文部科学省がねあれしてゆとり教育を推奨しようと言われたから、そういうふうに名付けられて、なんかゆとりがあるなっていう感じでっていうで、一番かわいそうなのは世代がないとされている私たちの世代が一番かわいそうなんだと思いますっていう世代に生まれました。
小学校、中学校、小学校は大阪の小学校行って、その後奈良の小学校、4年生から奈良の小学校に転校するんですけども、子供多いわけですよね。で、転校した日のことを覚えてます。朝礼の時に後ろの方に朝礼ダーッと4年4組やったと思うんですけど、ダーッと並んで、一番後ろにポツンと立って、転校生としてね、立ってて、朝礼ありますよね、体育館で。前の方の男の子がもうチラチラ俺を見てくるんですよ。で、その子は後々ものすごい面白くて、言うてしまえばなんていうの、小学校4年生とかで、もうなんていうのYouTube 大丈夫かな、開放的な姿、生まれたままの姿で廊下走り回ってみんなの笑いを取るような男の子やったんですね。実はその子とも未だに友達関係、親友っていうかね、1月ぐらいに僕は大阪で個展したんですけど、その子自体は関東の方に仕事ついてるんやけど、お正月も仕事やったからっていうので帰省も兼ねて僕の個展の時にわざわざ奈良まで帰ってきてくれたりとかしたやつがいるんですよ。はい。で、そいつがチラチラ見てきて、うわ、変なやつが見とるなとかね。で、少年野球、すみません、これね、少年野球、僕はサッカーやりたかったんですよ。でももうお兄ちゃんにいつもくっついていく気弱な少年だったので、お兄ちゃん年後に1個上に兄貴がおるんですけど、兄貴が少年野球に入るっていうので、私もなぜか野球を始めたということです。で、そこの同級生の、4番バッターだったことも未だに仲がいいという。ねえ、だから小学校4年生からやからあの辺とは何年なの ?8 歳から40年。はい。という付き合いになりますね。すいません。これね、ギュッといきなり画面が良くなりましたね。叩き筆とか目とかね、書いてね。で、その頃ぐらいっていうのは、子供たちもものすごい多いから、その全裸っていうかね、生まれたままの姿で走り回る少年 N 君とでもしておきましょうか。N 君っていうのは長距離走がめっちゃ速くて、笑いもものすごく面白いから、やっぱり中学校も同じ中学に行くんですけど、ものすごい人気者なんですよ。で、先ほど言った4番バッターの H 君としておきましょうか。いまだにその辺は本当にもう関西に帰ったら遊んだりするんですけど、友達で、親友やろうね。もうね、こうなったら40年も経つので。で、もう、すごいんですよ。小学校、なんていうか、小5かなんかで、小6、5年生かな。なんか少年野球の王子スワローズというチームだったんですけど、すみません、唇とか大事に書いてね、小学校、野球のキャンプに行ったんですけど、ね、小学校5年生ぐらいってみんな、子供じゃないですか。彼だけ大人でした。わかります？なんかね、ケムクジャラでした。なんかがね、はい、大丈夫か YouTube、はい。大人やなと思いましたもんね。すごいなと。で、本当に彼その4番バッターの子も面白かったですけど、中学校も野球部で、初めはなんか卓球部入ったんですよ。そいつね。で、僕はなんか野球部入って、途中から入ってきて、途中からやっぱり野球部がええわ、って野球部に来たんですけど、あれ1年の夏休みぐらいだったかな。半年ぐらいは卓球部やったと思うんですけど。もうそうしたらもうすっごいやっぱ運動神経そいつ良くて、で、全然練習しないんですよ。練習戦で。で、4番バッター、ずっと少年野球の時から4番バッターやったんですけど、突然左打ちになるとか言い出して、右打ちやったら突然なんか左打ちになって、コツンコツンとヒットばっかり打つようになって、なんじゃこいつと思ったんですけどね。そんな、こんなで、何が言いたかったかというと、なんか野球では無理やなとか、面白さでは無理やなとか、団塊ジュニアと呼ばれる世代の後とかも、子供が団塊ジュニアも含めなんですけど、子供が多い時代ってなんか自己アピールせんと、もう自分の存在意義がもうないような感覚に陥ってしまうというか、なんていうか、みんな同じじゃないと嫌じゃないんです。逆なんですよ。みんなが、やっぱりあいつは野球めっちゃうまい。例えば、サッカーが、私の小学生の時同級生でサッカーでめっちゃうまい子いたんですよ。愛くんとしときましょう。愛くん。その弟さんは今芸人さんやってますもんね。あんま細かく言わん方がええんかな。言わんとこうかな。
お兄さんが同級生で、それも関西ので個展やったと来てくれたんですけど、ダウンタウンさんの日テレさんの番組にちょろっと出ている二人組のなんとかセンスみたいなねの愛さんっていう方がその愛くんの弟やったりね、そんなんですけど、要はめっちゃサッカーうまいとかみんなやっぱね人気者になるんですけど、なんもないんですよ。で僕は絵だけはある程度小学校低学年、すみません、背景をこれ描いててます。タペストリーみたいな感じ、ペタペタペタと塗っていくんですけど、小学校の時はなんとなく絵だけはうまくて、小学校1年生の時から漫画を多分初めは何描いたかな、ガンダムとかかな。でそういう平面から平面に写すの得意やったりするように、あんな訓練でなんとかなるんですよ、漫画とか写すとかね。で初めはみんなそんなんでいいと思います。お子さん持たれてる方で絵が好き言うたらゲームやるよりは多分絵描いてる方、ゲームも悪くはないです、すみません。けどね、ゲームばっかりやってやったら自分で作り出すっていうことがねの方が僕は後々分からんですよ。ゲームで世界大会チャンピオンになるかもしれませんもんね。何億円稼ぐとかいう世界ありますからね。分かりませんけど、そんなベラベラ喋ったら全然話が進みません。あと10分しかないんですけど、で小学校2年生ぐらいで北斗の拳とかね、ジャンプで始まって、そういうのを映したりですね、小学校3年生4年生5年生ぐらいになるとアキラとかね、そのぐらいから漫画映すのから実写というか写真を写すようなこととかをして、私たちの時はブルーハーツとか、もう中学生の時とかブルーハーツとかの河本大翔さんとかを一生懸命写して友達にあげて、今も持ってるとか言われてめっちゃ恥ずかしいんですけどそんな写したりとかするような感じで描いていって、やったら小木曽くんがうまいとか、他にも K 君っていうゲゲゲの鬼太郎写させたらめっちゃうまい子とか、高校時代は T 君っていう広山形さんみたいな絵描くのはすみません、一層目がようやく終わりました。そんな人たちがライバルにいつもいたような記憶があります。いいか悪いかは知らんですけどね。で、もう本当に美術の道に行きたいなと思ったら、小学校5年生の時に、国立西洋美術館というところに、小学校5年生の時たまたま行くことになったんですね。親戚の方が東京に遊びに行った時に、ちょっと新幹線かなんかの時間をうっかり東京から戻る新幹線の時間を2時間か1時間間違えて、ちょっと時間あるからじゃあ国立西洋美術館の常設展って分かんないです、今いくらか知らんけど、当時100円とかそのぐらいやったんですよ。常設展って子供やったらただかもしれません、国立やからね。でちょろっと寄った。でその時に見た油絵群っていうのが衝撃で、うわっと思って、漫画家とかになりたかったけど、もう国語の成績が悪くて、多分そういうもう国語全くダメなんです私ね。でそれでもう絵描きってすごいと思ったんですよ。で多分結構早いうちからおふくろとか親父に画家になりたいっていうことを言っていたんですよ。で、父親と母親というのは東京の高田馬場とかで辺りで恋に落ちたみたいな話をしてたんで知らんけど、どっちかというと岐阜の親父岐阜出身で、おふくろは熊本、すいませんこれね結構綺麗でね面白いですね。熊本の出身やったりするから地方の出身で、東京に行かすことに関してはあんま抵抗ないというか、いやいや行け行けという感じでいたんで、小学生の時からそういうふうに僕はもう東京行って絵描きになりたいとか、早いでしょ普通より絶対早いでしょ。でも親父からそういうのずっと東京のバカボンのパパが行っていた大学、バカダ大学の横にある大学に親父が行ってたんで、やっぱ東京映像みたいな。でも親父の昔の写真とか見たら汚いボロ下宿で汚い格好して、すんげえ分厚い眼鏡して、男同士4人でたむろって、多分麻雀したいなとか、そんな写真しかないんですけど、そんな感じだったから、父親は東京にぜひぜひということで東京の大学を目指すということになりました。で、武蔵野美術大学という、現役の時は武蔵美玉美芸大って受けたんですけど、残念なことに全て落ちてしまって、浪人をして、水道端というところで一浪して、その年は残念ながら武蔵美
と玉引き、東京芸大はダメでした。そういう話もどこかでもしてますし、改めてしてくれてたりします。もう何度も同じようなね、古典落語のような浪人奮闘記とかね、の話とかね、もうしてくれというご要望があればします。そして東京芸大というところに行って、で、24歳で初めて個展を開いたんですね。20だから20歳で大学入っているんで、24？ 4かな ?24、6かな、6か。遅いですね。26だ。で、次の年ぐらいには、大学院出るときに、初めて個展してるので、多分26だ。ね。22浪で入ってるから、26か。28ぐらいでもデパートで個展してるんかな。東急さんで個展したとかね。そんな感じだと思います。で、今に至ると。で、いろんなところで教えたりする仕事をしたりとかして、今に至るという感じでございます。今はですね、YouTube の中で皆さんの絵を送ってきてもらった絵にああだこうだという企画を行ったりとかですね、こういうふうに描き方をお見せしたり、今はこれ2層目、3層目とかで、こういうふうに色を塗っていきましたよということでございますよね。細かい描写、まだ2層目なんで3層目4層目となっていて、どんどん細かくなっていくということです。こういう画風になっていったのは大学のもともとなんか写実的な絵が好きやったっていうのはあるんですね。例えばピカソすごいとかですね、セザンヌすごいとか、印象派すごいとかよりももっと古い絵ですよね。そこからだいたい200年ぐらい前の絵とか、うわーフェルメールかっこええわーとかね、そっちの方を思ってしまったんです。大学の3年生の時に、イタリアとフランスに留遊ですね、遊び行ったんです。40日間ぐらい。その時にもちろんその20世紀の美術とかもうこういうのもあんねやと思ったけど、逆にその前の美術、要は印象派より前の美術の重厚さというのを見てしまうわけですよ。レオナルド・ダ・ヴィンチとかですね、カラバージョとかですね、ヤン・ファン・エイクとかですね、フランス・ハルスとかハンス・ホルバインとかですね、そういうのとかデューラーとかそういうの見てしまったら、うわあれなかなかこういうのってやっぱりね、その重厚なのって日本じゃ見れないですしね。でそういうのを見て、僕はもしかしてこういうのしっかりやってみたいなと思って、ただ東京芸大の方でやっぱり油画技法材料研究室というところ、大学院がですけど、そこの先生方っていうのはそういったことを施行されているというか、例えばお師匠さん、私のお師匠さんだとドイツに留学されていて、向こうの技法書をしっかりと翻訳されたとかですね。もう一人おられた先生はオランダの方にとか、私が大学3年生の時に退官された先生とかはイタリアとかに留学されて、そういったどちらかというと最先端のではないんですけど、昔のものみたいなのをヨーロッパの絵画の伝統的なものを学ばれてきた先生、これで3層目ですね、っていう先生方のお話を聞いたりとかですね、やっぱ楽しかったですね、今思えばね。はい。ということで、こういった仕事をしているわけでございます。そしてこの辺なんか絵の具のね、筆致も見えて、絵の具のボクボクしたところにグレーズとかをすり込んで紫色がこうなって複雑になってとかっていうことが見えてくるんじゃないでしょうか。で、こういう写実的な、もちろんその写実、こういう作品になる前にはいろいろあるんですよ。そういうの多分メンバー限定の動画とかでもちょこちょこ上げているかも、恥ずかしいのでね。どこかな。鬼高評価100回記念なんとかみたいな動画があると思います。探し出してください。メンバー限定の動画ですけども、そういうのでもっと古い作品とか大学こういう画風になる前の悩んでる話とかをしている動画もありますのでですね、そういうのも見てもらうと、こういう悩みとかがあるんやなということで、いきなりこれは写実的な画家になるんやなんていうことを思ってはなかったですね。
で、たまたまなんか、そういう、昔はそんなにですね、カラバッジョ展とかね、フェルメール展はやっぱ昔から多かったですけど、それ以上になんか印象派展のがいっぱい人入ってたイメージはありますけどね、めちゃくちゃ人入ってんなっていう、感じがしましたけど、今もね、フェルメール展とかやったらすごいですもんね。ラトゥールとかっていうのとか、ね、僕も好きな画家、ずっと好きな画家なんですけど、ね、うわー、当たったなーって感じしましたもんね。でもなかなかこうそういったものっていうのはあんまりこう今から30年ぐらい前ってそんなにこうフューチャーされてなかったような気が僕の中ではするんですよね。たまになんかこうマニアックなやってるなと思って見に行ってうわーおもろいなと思ったり日本でですね。で最後のディティール描写を見せてます。絵の具のこういう筆致なんて意外とこれかなり寄ってるからですね、実際問題は荒々しく見えますけど、本物を見るとかなり小さいですよ。顔とかね、実際はこれぐらいいちゃうかな、これぐらいかな。光線でわからんかこれぐらいかなと思います。この辺とかね、微妙に絵の具を動かしながら描いていくというようなこういったところ、今日は自己紹介とかをお話しましたけど、細かくこう、技法のこととかも動画の中でいろいろ紹介したりとかしてます。後ろは若干こう平面的に描いていって少しこう前後がわかるような程度に今回は収めているような絵かなというふうに思います。こういうところの絵の具の質感、物質感なんていうのも興味があったらぜひぜひ本物を見る機会がありましたらよかったら見に来ていただければというふうに思います。本日も最後までご視聴サンキューベリーマッチ。質問などなどこの話また古典落語聞いてみたいとか900本1000本近くもなってまいりましたのでね、ぜひぜひ、過去のね名曲はいつでも名曲ではご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうかね。しっかりと絵の具の物質感を使いながら描き込んだという作品でございます。AI みたいやとかって言われたこともありますけどね。本物ぜひ見て、ご批判いただければと思います。皆さんとお会いできる機会があれば楽しみにしております。ぜひぜひお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。では。チャンネル登録よろしくね。OK